ごほ、ごほ。ちょっとお父さん、風邪でもひいたん？なんか最近ずっと咳が止まらん。ちょっと階段登っただけで息切れするし。大丈夫？熱はあるん？熱はないけど、咳と喉が。ちょっと、誰が家の中で痰吐いてるん？頭湧いてんのとちゃう？すまん。藤見さん、どうぞ。今日はどうされましたか？最近咳が止まらなくて、痰も出るし、息も切れるんです。藤見さん、相当ヘビースモーカーですね。なぜわかるんです？全面禁煙の病院の中で診察されながらも、まだタバコを吸っているからです。暴挙ですよ。タバコは自分にとって酸素なんです。全く。1日に吸うタバコの本数と、喫煙歴はどのくらいですか？1日100本で40年です。喫煙指数は4000。しかもこの口つぼめ呼吸。まあ結果は見えてるけど。では検査をしてみましょうか。スパイロメトリーという息を吐く力を測る検査とレントゲン。あと血液検査ですね。終わったら戻ってきてくださいね。息吸って止めてください。はい、楽にしてください。ではこのホースを加えて目の前のモニターのろうそくをたくさん消せるように頑張って吹いてくださいね。では息吸って吐い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 て、グッパーグッパーしてね。チクッとしますからね。はい、手の力抜きましょう。気持ち悪くないですか？あれ？大丈夫ですか？藤見さん？藤見さん？藤見さん？あ、気がつきましたか？少しだけフラフラして。検査の結果、藤見さんは COPD ですね。何ですかそれは。英語は3文字までしかわかりません。クローニックオブストラクティブパルモナリーディジーズですね。すいません。簡単に言うと、タバコの吸いすぎで肺が死んでます。藤見さんの気管支はタバコの刺激で炎症を起こして狭くなっていて、空気が通りづらくなっています。さらに、肺の中にある空気を溜める袋の肺胞という場所が溶けてなくなっています。だから息苦しいんですね。先生、早く治してください。息が苦しいんです。残念ながら、この病気は治らないんです。この病気の原因は長年の喫煙なんです。藤見さんは毎日休むことなくタバコを吸い続けてましたよね。つまり、その間、気管や肺はずっとダメージを受け続けていたということです。これはいわば、かさぶたが治る前に何度も同じところを怪我するようなもの。完全に傷跡になってしまっているのです。これはもう治りません。さすがに参ったねこりゃ。うまい。はあ。この COPD という病気は治らないから、病気のことを知っておいて、なる前に対策しておかないといけないんです。なってからでは遅いから。今私たちにできることは、そんなに多くありません。でも、根本的な治療はできませんが、少しでも楽になるような対処法はあります。まず2つ、薬を出します。気管支を広げて呼吸を楽にする薬と、炎症を抑える薬です。それと、リハビリ科に行って、楽な呼吸の仕方を習ってください。もっとも、すでに口はすぼめてますけど。そして、感染症対策をしっかりすることです。あなたの肺は弱っているので、簡単に感染症にかかるし、肺炎は重症化する恐れがあります。日頃の感染対策を怠らないように。あと、インフルエンザとか肺炎球菌などの受けられる肺炎ワクチンは受けましょう。ただ、最も大切なことは、なんだかわかりますね。禁煙です。もうこれ以上、肺を痛めつけないこと。これが最善の治療です。これでもまだ吸い続けて悪化すると、一生酸素ボンベを持ち歩いて、鼻に酸素チューブをつけてないと、生きられない体になりますよ。
せめて、酸素ボンベの中にタバコの煙を少し混ぜてもらえませんか？大バカ。すいません。タバコやめます。桜先生の放課後教室 COPD では COPD の補習をするよ。 COPD は肺が溶けるっていう最高にヤバい病気なんだけど、日本に500万人以上いるって言われてるの。肺の中には空気を溜める肺胞っていうブドウみたいな袋が無数にあって、そこに空気を溜めて血液中に酸素を渡していくの。この肺胞は全部広げるとテニスコートくらいの大きさがあると言われてるよ。このとっても大事な肺胞だけど、タバコを吸うと溶けてなくなっちゃうの。レントゲンでもわかるけど、わかりやすいから CT で見てみようね。一番左が健康な肺で、右に行くにつれて COPD が進行してるものよ。右に行くほど黒くて大きい泡みたいなのが増えてるでしょ。あの黒いところは、もう肺が溶けてなくなってるところなの。一番右なんて、私に言わせれば、もはや肺じゃないわ。ただのスポンジね。ちなみに、COPD の話では、よく、肺気腫っていう言葉が登場するよね。CT で黒くなってるあの黒い泡。あれがまさに肺気腫なの。意味のない、ただの空気の塊ということよ。そもそも COPD というのは、日本語だと、慢性閉塞性肺疾患っていうの。閉塞性っていうのは、詰まるということね。藤見さんにも話したように、COPD の原因は、とにかくタバコの煙なの。タバコの煙には刺激物が多いから、気管や肺が炎症を起こしてしまうの。炎症を起こすと腫れるでしょ？気管は管だから、腫れると中が狭くなっちゃうんだよね。そして、タバコを吸う人って毎日吸うでしょ？いいや、俺は月水金の週3で吸うっていう人いないよね。だから、炎症がずっと続くことになるの。それで慢性と言われるんだね。全部合わせて、慢性閉塞性肺疾患と呼ばれるの。ちなみに、COPD とよく混同するものに、喘息があるね。喘息の炎症を起こして気管が狭くなる病気だから COPD と似てて、同じ閉塞性肺疾患に分類されるの。でも、COPD と違うのは、喘息はアレルギー反応なんだよね。よく、喘息発作が来た、とか言うでしょ？喘息にも、慢性的な側面はあるけど、基本的には発作なの。つまり、喘息とか、感染症による炎症とかは一過性で、その時だけなんだけど、COPD だけは慢性。しかも症状に現れにくいの。だから、後戻りできないような壊れ方をして、治らない病気になっちゃうんだね。だから、COPD にならないためには、症状が出る前に、病気のことを知って、自分で対策するしかないの。タバコによる癌のことはみんな知ってても、COPD のことは知らない人もいるでしょ？でも、ずっと息が苦しいんだよ。運動どころじゃないよ。COPD もしんどいよ。そして、具体的な対策は、もうわかるよね。病気の原因がタバコなんだから、禁煙する以外ないよね。割り切って、今を生きるなら無理に止めはしないけど、将来のリスクと、しっかり天秤にかけて考えなよ。はい。長くなったから忘れそうだけど、この3つだけでも覚えてね。COPD の原因は圧倒的にタバコ。COPD は治らないから、早めに対策が必要。進行すると息ができなくなるし、肺炎も重症化するから命が危険。じゃあ、今日の補習は以上。勉強になったら、ぜひ、いいねとチャンネル登録よろしくね。コメントも待ってるよ。じゃあ、まったね。